解説。マカロニウエスタンの名作ランキングトップ10。荒野に響く銃声の伝説。ねえマリサ、マカロニウエスタンって聞いたことはあるけど、実際にはどんな映画のことなの？お、いい質問だなレイム。マカロニウエスタンってのは、1960年代にイタリアを中心に作られた西部劇映画のことを言うんだぜ。独特の映像美と音楽、それに無口でクールなガンマンが特徴だな。西部劇って聞くとアメリカの映画ってイメージだけど、イタリアで作られてたんだ？そうそう。舞台はアメリカ西部だけど、実際の撮影はスペインとかで行われてたことが多いのぜ。制作陣も俳優もイタリア人やドイツ人が多くて、いわば多国籍な映画ジャンルなんだよ。なんだか面白そうね。そのクールなガンマンたちって、どんな風に物語に登場するの？彼らはね、正義の味方ってわけでもなく、自分の信念や金のために動くアウトローが多いんだ。だけどその中に人間味があって、それが見る者の心をつかむんだぜ。なるほど。ちょっと渋くてかっこいい感じね。そういう映画が世界中で人気だったの？その通り。特にセルジオ・レオーネ監督や音楽家のエンニオ・モリコーネなんかは今でも伝説的存在だ。じゃあ今回は、そのマカロニウエスタンの名作を10位から1位まで、ランキング形式で紹介していくぜ。第10位。怒りの荒野。1967年公開。怒りの荒野は、イタリアとドイツの合作で、トニーノ・バレリが監督を務めた作品だぜ。主演はジュリアーノ・ジェンマとリー・バンクリーフの二人だな。ジュリアーノ・ジェンマとリー・バンクリーフが共演しているのね。どんなストーリーなの？物語の舞台はメキシコ国境近くの小さな町クリフトンだ。主人公のスコットは娼婦の私生児として生まれ、町の人々から蔑まれながら掃除人として働いていたんだ。ある日、凄腕のガンマン、フランク・タルビーが町に現れる。スコットはタルビーの華麗な銃さばきに憧れ、弟子入りを志願するんだぜ。スコットはタルビーの弟子になって、ガンマンとしての技術を学ぶのね。その通りだ。タルビーはスコットにガンマン実会と呼ばれる心得を教え込むんだ。例えば、決して他人に物を頼むなや、決して他人を信用するなといった教訓が含まれているんだぜ。厳しい教えね。でも、スコットはその教えを受け入れて成長していくの？ああ、スコットはタルビーの教えを忠実に守り、ガンマンとしての腕を上げていく。だが、タルビーは町の有力者たちを脅して支配しようとするんだ。スコットは次第にタルビーのやり方に疑問を抱き始めるんだぜ。師匠のやり方に疑問を持つようになるのね。そして、どうなるの？最終的に、スコットはタルビーと対決することを決意するんだ。真昼の広場で、かつての師弟が一騎打ちをするシーンは、この映画のクライマックスとして非常に印象的だぜ。師弟の対決、緊張感がありそうね。この映画の見どころはどこかしら？やはり、スコットとタルビーの師弟関係の変化と、ガンマン実会の教えが物語に深みを与えている点だな。また、リー・バンクリーフ演じるタルビーの冷徹なガンマン像と、ジュリアーノ・ジェンマ演じるスコットの成長物語が見事に描かれているんだぜ。なるほど。キャラクターの心理描写がしっかりしているのね。そうだな。さらに、音楽も素晴らしく、リズ・オルトラーニが手掛けたサウンドトラックは、映画の雰囲気を一層引き立てているんだ。音楽も重要な要素なのね。怒りの荒野、ぜひ見てみたいわ。マカロニウエスタンの魅力が詰まった作品だから、きっと楽しめると思うぜ。第9位。殺しが静かにやってくる。1968年公開。殺しが静かにやってくるは、セルジオ・コルブッチが監督を務めたマカロニウエスタンの代表作の一つだぜ。主演はジャンルイ・トランティニャンとクラウスキンスキーだな。セルジオ・コルブッチ監督の作品なのね。どんなストーリーなの？物語の舞台は、1898年のアメリカ西部、ユタ州の雪深い町スノーヒルだ。町は悪徳判事ポリカットに操られた賞金稼ぎのロコ率いるアウトロー集団によって支配され、無法地帯と化していたんだ。町全体が無法地帯になっていたのね。主人公はどんな人物なの？主人公のサイレンスは、幼い頃にアウトロー集団に両親を殺され、
その際に声帯を切られて声を失った過去を持つガンマンだ。彼は無口で冷徹な男として知られているんだぜ。声を失ったガンマンなのね。彼はどのように物語に関わっていくの？ロコ一味に夫を殺された女性ポーリーンが、復讐のためにサイレンスに依頼するんだ。サイレンスは彼女の依頼を受け、持ち前の拳銃さばきでアウトローたちと対決していくんだぜ。復讐のために立ち上がるのね。彼の戦いはどのように描かれているの？サイレンスは、相手に先に銃を抜かせてから撃つという独自のスタイルを持っているんだ。これにより、正当防衛を装いながらも確実に敵を倒していくんだぜ。なるほど。独特な戦い方ね。この映画の見どころはどこかしら？まず、前編を通じて描かれる雪景色が、他の西部劇とは一線を画す独特の雰囲気を醸し出している点だな。また、サイレンスとロコの対決、そして衝撃的なラストシーンも見逃せないぜ。雪景色の中でのガンファイト、想像するだけで美しいわね。ラストシーンが衝撃的って、どんな結末なの？ネタバレになってしまうから詳しくは言えないが、従来の西部劇の常識を覆すような結末になっているんだ。見る者に強烈な印象を残すこと間違いなしだぜ。そうなのね。ますます興味が湧いてきたわ。この映画、ぜひ見てみたいわね。ああ、マカロニウエスタンの中でも異色の作品として評価されているから、一度は見ておく価値があるぜ。第8位、即、夕日のガンマン、地獄のケツと、1966年公開。即夕日のガンマン地獄の決闘は、セルジオ・レオーネ監督によるマカロニウエスタンの代表作だぜ。クリント・イーストウッド、リー・バンクリーフ、イーライ・ボラックの3人が主演しているんだ。豪華なキャストね。どんなストーリーなの？物語は南北戦争末期のアメリカ西部が舞台だ。賞金稼ぎのブロンディ、クリント・イーストウッドとお尋ね者のデュコ、イーライ・ボラックは、詐欺まがいの手口で賞金を稼いでいたんだ。ある日、彼らは瀕死の兵士から、20万ドルの金貨が墓地に隠されていることを聞き出す。だが、ブロンディは金貨が埋まっている墓の名前を、デュコは墓地の場所を知ることになり、互いに協力せざるを得なくなるんだ。二人は協力して金貨を探すのね。でも、もう一人のガンマンがいるんでしょ？そうだぜ。冷酷非情な殺し屋エンジェル・アイ、リー・バンクリーフも、その金貨を狙っていて、三人は三つどもえの争奪戦を繰り広げることになるんだ。三人のガンマンが金貨をめぐって対立するのね。見どころはどこかしら？まず、三人の個性的なキャラクターとその関係性が魅力的だな。ブロンディはクールで計算高い。デュコは狡猾でコミカル。エンジェル・アイは冷酷で目的のためには手段を選ばない。それぞれの思惑が交錯する展開が見どころだぜ。キャラクターの個性が際立っているのね。他には？セルジオ・レオーネ監督特有の緊張感あふれる演出や、エンニオ・モリコーネによる印象的な音楽も、この映画の大きな魅力だな。特に、ラストの三つどもえの決闘シーンは、映画史に残る名場面として有名だぜ。音楽も素晴らしいのね。そういえば、タイトルに続きってついているけど、前作があるの？実は日本でのタイトルには続とついているけど、物語的なつながりはないんだ。現代はイルボアのイルカッティボイルブロットで、直訳すると善玉、悪玉、卑劣感という意味なんだぜ。そうなのね。じゃあ、この映画だけでも楽しめるのね。もちろんだぜ。マカロニウエスタンの魅力が詰まった作品だから、一度は見ておく価値があるぜ。第7位、星空の用心棒、1967年公開。星空の用心棒は、スタン・バンス監督が手掛けたマカロニウエスタンの一作だぜ。主演はジュリアーノ・ジェンマで、彼の魅力が存分に発揮されている作品だな。ジュリアーノ・ジェンマが主演なのね。どんなストーリーなの？物語は、無実の罪で投獄された主人公テッド・バーネットが、脱獄して自分を陥れた者たちに復讐するというものだ。彼は父親を殺され、その罪を着せられてしまうんだ。無実の罪で投獄されるなんて、ひどい話ね。テッドはどうやって復讐を遂げるの？テッドは脱獄後、自分を陥れた大地主コップやその手下たちに立ち向かうんだ。彼は冷静沈着で、
計画的に復讐を進めていく。特に、保安官のダグラスやその妻ドリーとの関係性も物語に深みを与えているぜ。復讐劇だけじゃなく、人間関係も描かれているのね。見どころはどこかしら？まず、ジュリアーノ・ジェンマのアクションシーンが見応えあるな。彼のガンプレイや立ち回りは、この映画の大きな魅力だ。それに、物語の展開も緊張感があって、最後まで目が離せないぜ。アクションとストーリー、両方が楽しめるのね。他には？音楽も印象的だな。アルマンド・トロバヨーリが手掛けたサウンドトラックが、映画の雰囲気を一層引き立てているんだ。音楽も重要な要素なのね。ところで、タイトルの星空の用心棒って、どんな意味があるの？実は、この放題は内容と直接関係がないんだ。イタリア語の現代を直訳すると、復讐の長い日々という意味だぜ。そうなのね。じゃあ、タイトルに惑わされずに内容を楽しむべきね。その通りだぜ。マカロニウエスタンの中でも、復讐劇としての完成度が高い作品だから、一度見てみる価値はあるぜ。第6位、軍刀荒野を咲く、1966年公開。軍刀荒野を咲くは、ダミアーニ監督が手掛けた作品で、メキシコ革命を背景にした物語だぜ。主演はジャンマリア・ボロンテとルーカステルの二人だな。メキシコ革命が舞台なのね。どんなストーリーなの？物語は、エル・チュンチョという野党団のリーダーが、政府の輸送列車を襲撃して武器を奪い、革命軍に売り渡そうとするところから始まるんだ。そこで彼らは、ビル・テイトという謎めいたアメリカ人と出会い、彼も一味に加わることになるんだぜ。ビル・テイトって、どんな人物なの？ビルは冷静沈着で、銃の腕前も一流だ。彼の真の目的は物語が進むにつれて明らかになっていくんだが、それがまた見る者を引き込む要素になっているんだぜ。なるほど。彼の目的が鍵を握るのね。見どころはどこかしら？まず、エル・チュンチョとビルの関係性の変化が挙げられるな。最初は協力関係にあった二人だけど、次第に緊張感が高まっていくんだ。また、メキシコ革命という歴史的背景を巧みに取り入れたストーリー展開も見応えがあるぜ。歴史的な背景が物語に深みを与えているのね。他には？エンニオ・モリコーネとルイス・バカロフが手掛けた音楽も、この映画の魅力の一つだ。彼らの楽曲が、映画全体の雰囲気を一層引き立てているんだぜ。音楽も重要な要素なのね。ああ、この映画はマカロニウエスタンの中でも社会的メッセージが強く、単なる娯楽作品にとどまらない深みがあるんだ。ぜひ一度見てみることをお勧めするぜ。第5位、即、荒野の用心棒、1966年公開。即荒野の用心棒は、セルジオ・コルブッチ監督が手掛けたマカロニウエスタンの代表作だぜ。主演はフランコ・ネロで、彼が演じる主人公ジャンゴは、棺桶を引きずる謎めいたガンマンとして有名なんだ。棺桶を引きずるガンマンって、すごく印象的ね。どんなストーリーなの？物語は、メキシコ国境近くの寂れた村が舞台だ。そこでは、元南軍のジャクソン少佐とメキシコ独立運動家ウーゴ・ロドリゲス将軍の二つの勢力が対立していた。そんな中、ジャンゴは棺桶を引きずりながら現れ、ジャクソンの部下たちを機関銃で一掃するんだ。機関銃を使うなんて、西部劇では珍しいわね。ああ、ジャンゴが引きずっている棺桶の中には機関銃が隠されていて、そのシーンは観客に強烈な印象を与えたんだ。さらに、ジャンゴはウーゴ将軍と手を組み、敵対勢力から金塊を奪う計画を立てるんだが、裏切りや陰謀が絡み合い、物語は予測不能な展開を見せるぜ。裏切りや陰謀が絡むなんて、ハラハラしそうね。見どころはどこかしら？まず、ジャンゴのクールでニヒルなキャラクターが魅力的だな。彼の行動やセリフからは、ただのガンマンではない深みが感じられるんだ。また、セルジオ・コルブッチ監督特有の荒涼とした映像美や、エンニオ・モリコーネが手掛けた印象的な音楽も、この映画の大きな魅力だぜ。映像美と音楽が組み合わさると、映画の雰囲気が一層引き立つわね。他には？アクションシーンも見応えがあるぜ。特に、ジャンゴが機関銃を使って敵を一掃するシーンや、泥まみれの決闘シーンは、
西部劇の枠を超えた迫力があるんだ。また、物語のラストでジャンゴが手を負傷しながらも敵に立ち向かう姿は、彼の執念と強さを象徴しているぜ。主人公の執念が伝わってくるシーンね。もちろんだぜ。マカロニウエスタンの中でも、独特の世界観とキャラクターで多くのファンを魅了してきた作品だから、一度は見ておく価値があるぜ。第4位、荒野の1ドル銀貨、1965年公開。荒野の1ドル銀貨は、カルビン・ジャクソン・パジェット監督が手掛けたマカロニウエスタンの代表作だぜ。主演はジュリアーノ・ジェンマで、彼の出世作としても知られているんだ。ジュリアーノ・ジェンマって、他にもマカロニウエスタンで活躍しているわよね。どんなストーリーなの？物語は、南北戦争後のアメリカが舞台だ。元南軍兵士のゲイリー・オハラが、戦争から帰還し、新たな生活を始めようとするんだが、ある町での仕事を引き受けることになる。その仕事が、彼の運命を大きく変えることになるんだ。具体的には、どんな仕事だったの？ゲイリーは、町の有力者マッコリーから、無法者を捕らえる仕事を依頼されるんだ。しかし、その無法者が実は彼の弟、フィルだったことが後に判明するんだぜ。自分の弟を捕まえることになるなんて皮肉なの。ゲイリーはどうするの？ゲイリーは、フィルと対峙することになるんだが、5回から銃撃戦になり、フィルは命を落としてしまう。ゲイリーも撃たれるが、胸ポケットに入れていた1ドル銀貨が弾丸を防ぎ、一命を取り留めるんだ。1ドル銀貨が命を救うなんて、まるで運命的ね。その後、ゲイリーはどうするの？弟を失ったゲイリーは、マッコリーの真の目的を知り、彼に復讐を誓うんだ。彼は町の人々の協力を得ながら、マッコリー一味と対決し、最終的には彼らを倒すことに成功するんだぜ。復讐劇としての要素が強いのね。見どころはどこかしら？まず、ジュリアーノ・ジェンマの演技が挙げられるな。彼のクールでありながら情熱的な演技が、ゲイリーというキャラクターを魅力的に描いているんだ。また、アクションシーンも迫力があり、特に銃撃戦の演出は見応えがあるぜ。アクションと演技、両方が楽しめるのね。他には？物語の展開も緊張感があって、見る者を引き込む力があるんだ。兄弟の絆や裏切り、復讐といったテーマが巧みに描かれていて、感情移入しやすい作品になっているぜ。人間ドラマとしても見応えがありそうね。タイトルの1ドル銀貨が重要な役割を果たすのも印象的だわ。ああ、タイトルが物語の鍵となるアイテムを示しているのも、この映画の特徴だな。マカロニウエスタンの中でも、ドラマ性とアクションがバランスよく融合された作品だから、一度見てみる価値はあるぜ。第3位、ウエスタン、1968年公開。ウエスタンはセルジオ・レオーネ監督の代表作の一つで、西部劇を一つの終着点に導いたとも言える作品だぜ。物語の舞台は鉄道が西部に伸びていく時代、つまり西部開拓の終盤だな。じゃあ、いつものマカロニウエスタンと少し雰囲気が違うの？ああ、これは単なる復讐劇やアクションじゃなくて、時代の転換点に生きた人々のドラマが軸なんだ。元娼婦のジル、謎の男ハーモニカ、冷酷な殺し屋フランク、無法者のシャイアン、それぞれが深い背景を持って登場するぜ。登場人物の内面まで描いているのね。特にハーモニカってどんな人？チャールズ・ブロンソンが演じる、名もなき復讐者だ。フランクに兄を殺され、その過去を秘めながら彼を追っているんだ。言葉は少ないけど、常にハーモニカを吹いているのが印象的だぜ。静かな復讐者ってかっこいいわね。演出面ではどんなところが魅力？まず音楽。エンニオ・モリコーネのスコアは、それぞれの登場人物にテーマ曲があって、感情や場面と完璧にマッチしてるんだ。そしてレオーネ監督の長回しや広角構図が、西部の壮大さと緊張感を映し出してるぜ。映像と音楽の融合ってことね。映画のテーマは？鉄道の開通によって時代が変わっていく中で、古い西部の象徴だったガンマンたちが去っていくという、まさに時代の終わりがテーマだな。西部劇そのものへの挽歌でもあるんだぜ。それってマカロニウエスタンの完成形ってこと？そうだな。娯楽としても、
人間ドラマとしても、完成度が非常に高い。マカロニウエスタンを語る上で外せない一本だぜ。第2位、夕日のガンマン、1965年公開。さて、マカロニウエスタンの名作ランキング、第2位は夕日のガンマンね。1965年に公開されたこの作品、どんな映画なの？夕日のガンマンは、セルジオ・レオーネ監督のドル3部作の第2作だぜ。主演はクリント・イーストウッドとリー・バンクリーフの2人だ。ドル3部作って、荒野の用心棒と続夕日のガンマンと、この作品のことね。前作と比べて、どんな違いがあるの？前作、荒野の用心棒では、イーストウッド演じる七種の男が単独で活躍していたが、今作ではリー・バンクリーフ演じるモーティマー大佐というもう一人の賞金稼ぎが登場し、二人の関係性が物語の軸になっているんだ。二人の賞金稼ぎが協力するの？最初はライバルとして対立するが、共通の敵である凶悪犯インディオを倒すために手を組むんだ。二人の駆け引きや協力関係が見どころだぜ。インディオって、どんな悪党なの？インディオは、冷酷で狡猾なギャングのリーダーで、銀行強盗を計画している。彼を演じるジャン・マリア・ボロンテの開演が、作品に深みを与えているんだ。なるほど。物語の展開は？二人の賞金稼ぎが、インディオ一味に潜入し、彼らの計画を阻止しようとする。緊張感あふれる心理戦や、迫力ある銃撃戦が展開されるんだ。監督の演出や音楽については？レオーネ監督特有の緊張感ある演出と、エンニオ・モリコーネの音楽が見事に融合している。特に、時計の音を使ったシーンは印象的だぜ。時計の音？ああ、決闘の際に時計の音が鳴り、その音が止まると同時に撃ち合いが始まる演出があるんだ。見る者の緊張感を高める効果があるぜ。面白そうね。ところで、この映画には何か特筆すべきエピソードはあるの？実は、リー・バンクリーフはこの作品で一躍有名になったんだ。彼はそれまで脇役が多かったが、モーティマー大佐役で主役級の存在感を示し、その後のキャリアに大きな影響を与えたんだぜ。そうなのね。二人の賞金稼ぎの関係性や、緊張感ある演出が魅力の作品なのね。その通りだぜ。夕日のガンマンは、マカロニウエスタンの中でも特に評価の高い一本だから、ぜひ見てみてくれよな。第1位、荒野の用心棒、1964年公開。さて、マカロニウエスタンの名作ランキング、いよいよ第1位ね。荒野の用心棒って、1964年に公開された映画よね？その通りだぜ、レイム。荒野の用心棒は、セルジオ・レオーネ監督が手掛けた作品で、マカロニウエスタンのジャンルを世界に知らしめた代表作なんだ。そんなに影響力のある映画なのね。どんなストーリーなの？物語の舞台は、アメリカとメキシコの国境にある小さな町サンミゲルだ。そこに、クリント・イーストウッド演じる流れ者のガンマン、ジョーがやってくる。この町では、ロホ兄弟とバクスター一家という二つの勢力が対立していて、ジョーはその対立を利用して両者を争わせ、町を浄化しようとするんだ。なるほど。二つの勢力を操るなんて、ジョーはなかなかの策略家ね。ああ、彼のクールで計算高い立ち回りが、この映画の見どころの一つだぜ。でも、なんだかこのストーリー、どこかで聞いたことがあるような。鋭いな、レイム。実はこの作品、黒澤明監督の時代劇、用心棒を西部劇としてリメイクしたものなんだ。用心棒では、三船敏郎を演じる浪人が、二つの勢力が対立する街で同じように立ち回る物語だ。そうだったのね。じゃあ、荒野の用心棒は、用心棒の西部劇版ってこと？その通りだぜ。レオーネ監督は、用心棒に感銘を受けて、西部劇として再構築したんだ。ただし、独自の演出やスタイルを加えて、オリジナリティも持たせている。例えば、どんな違いがあるの？まず、映像美と演出だな。レオーネ監督は、広大な荒野や乾いた風景を背景に、登場人物のクローズアップやスローモーションを多用して、独特の緊張感と美学を生み出している。また、エンニオ・モリコーネが手掛けた音楽も、この映画の魅力を大いに高めているんだ。
モリコーネの音楽って、どんな感じなの？シンプルなメロディと独特の楽器編成で、西部の荒涼とした雰囲気や登場人物の心理を巧みに表現している。特に、口笛やギターを使ったテーマ曲は、一度聴いたら忘れられない名曲だぜ。映像と音楽が見事に融合しているのね。ところで、クリント・イーストウッドって、この映画が出世作なの？そうだぜ。彼はそれまでテレビドラマ、ローハイドで知られていたが、この映画で映画スターとしての地位を確立したんだ。無口でクールな七種の男というキャラクターは、彼の代名詞となった。そうなんだ。じゃあ、荒野の用心棒はマカロニウエスタンの代表作として、今でも高く評価されているのね。その通りだぜ。スタイリッシュな映像、印象的な音楽、そして緊張感あふれるストーリー展開で、多くの映画ファンを魅了し続けている名作なんだ。総評、まとめ。こうして見てくると、マカロニウエスタンって一口に言っても、作品ごとに個性が強いのね。その通りだぜ。ハリウッドの西部劇とは違って、マカロニウエスタンはダークで武骨な雰囲気と、独特の美学が魅力なんだ。映像や音楽も印象的だったし、ただのアクション映画じゃない深さがあったわ。ああ、マカロニウエスタンは、ガンマンの姿を通して時代や人間の本質を描いているから、何度見ても新しい発見があるんだぜ。ランキングで紹介した作品は、まさにその代表ってことね。そうだな。どれも名作揃いで、マカロニウエスタンを語るには欠かせない作品ばかりだ。映画ファンなら、一度は見ておいて損はないぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、また